なかなか稲で絵描くというのは理解できないと思いますよ。実物を見なければ簡単に。笠井幸雄です。職業は今保護村長をやっております。田舎館はね、古い歴史がある村なんですよ。その中においても田舎館村はもう米の村として昔から有名な村です。ですので我々の考えとしては、果たして田植えや稲刈りに人来るのか、いろいろ議論になったんです。産業の中で最初の田んぼので小学校の生徒さんたちが手でこう田植えやってるんです。それを見た産業科の職員がね、あ、これやればいいんじゃないかと。田んぼ跡はね、稲の色の異なる稲7種類を使って田んぼに絵柄を描くということが田んぼ跡。絵があるんですよ。来年はどういうような題材にするか、決まったものをですね、職員の方がパソコンでこう写して、それをさらにね、美術の先生にお願いして詳細な題材を作ってもらう。それが決まった後、職員が、役場の職員がですね、目印をつけていく。田んぼの中にここの部分にはどの色の稲を植える、ここの部分にはどの色を植えると、その後田植えというような作業になります。参加者が今年は1300人、題材の草案が決まってからですね、実際に田植えということまでの期間はね、ほぼ3ヶ月ぐらい要します。最初始めた時のデザインといいますとね、岩木さんとその下に青森県の銘柄米、なかなか大変でありましたよ。最初は簡単にいかなくて、田んぼ後に人が来るのも毎年毎年デザインが変わるんですよ。今年のデザインはね、神話、これは神話からヤマタノオロチとスサノオノミコトを取り上げました。第2田んぼ跡の方は童話から桃太郎の鬼退治を取り上げております。我々最初やった時はまさかこうなるとはとてもじゃないが思われません。東京行っても大阪行っても田舎館村っていうだけで、あ、田んぼ跡の村、今はそういう認識が全国に広まっています。田舎館村の人はね、この田んぼ跡についてはどこ行っても自慢しています。In Japan, restaurants, and to be clear, I mean a ton of restaurants, use plastic food displays to entice customers. And in Gujo province, there's a small factory that's responsible for more than half of all the plastic sushi, crab, omelets, duck, ramen, beef. Oh my god, that's all plastic? This is Satuai Kabuki. 私は製造と管理をしているここの工場長になります。This factory has about 30 full-time artists because all these plastic foods are made by hand. 機械ですとどうしてもおもちゃ的なものになってしまいますので、やっぱり手作りというかそういうものの方がリアルにできますので、やっぱり機械では無理だと思います。私の名前は石上貴弘です。 Takahiro is an artist here. 年数という働いているのは36年ぐらい働いております。やっぱりそのものによって食品というのは何万種類ってありますので、長年の歴史の中にありまして、それが今の日本の文化となり主流となっております。This trend of plastic food in Japan has been around since the 1930s, but blew up in the 50s. And it is everywhere. However, this food, it doesn't come cheap. 小さいものでしたら300円ぐらいですけども、大きいもの、例えば、カニとか大きいものになっちゃうと、5万円、10万円という値段になってしまいます。It takes years of training to master this art. 最低でも2、3年の、修行がないといいものは作れないというふうに思っております。Quick example, a bowl of ramen might take 3 hours to make,
while a fish, many, many more. こだわりも必要になるんですけど、それの作り方というかそういうものを見ていますと、結構やっぱりどういうふうに作ったらいいのかと、そういういろいろちょっと考えますので、やっぱりそういうものの魅力ですね。いかに本物に近づけるかということで、いろいろと考えております。多分日本中の人が誰も知らなかったことだと思います、ローライダーという言葉は。で日本には当然一台もない頃で、そこら中で動かすわけですよ。ガスステーションだとかレストランの駐車場とか、もうどこ行っても人がいるとこなら。だから僕たちが創世紀に始めたってことでバッて注目されたんですけど、私の名前は下平純一です。ここは私のお店でパラダイスロードと言います。仕事は古い車を輸入して直したり改造して日本の道路を走れるようにするのが仕事です。手先の細かい器用なそういうのはもう完全に発揮されててですね、大きなホイールに小さなタイヤを履かせるのがローライダーなんですけど、そういう文化は日本にはなかったんです。それも不思議だったし、初めてリアルなローライダーを見たのは1987年に初渡米して、そこに自分が惹かれちゃったわけですね。遊びに行ってパーティーに招かれたり、夜走りに行くのに連れてってもらったりとか、人間の交流の文化になってきたわけですよね。でどんどんメキシコ人のその生活っていうかライフスタイルの文化がすごい好きで、音楽から民族からカルチャーとか作って乗るっていうのと違って、それから発生するコミュニティだとか、僕たちもそれに倣って、1985年に、カークラブを作ったんですけども、僕たちのカークラブはファロースっていう名前なんですけども、車の趣味の人なら誰も知っている映画があって、アメリカングラフィティっていう、その中に登場する悪ガキの、カークラブがあるんですけども、そこから撮ったわけですね。アメリカ人がもともと発案してやってることを見たり、日本の車作りとか僕たちの考えとかから交流したり、どんどん深まっていくわけですね。1年に1度横浜で大きなイベントがあるんですけど、それはローライダーだけじゃなくて、日本人が作ったアメリカンスタイルの車やバイクを見にわざわざ飛行機に乗って見に来るわけです。これはすごいことで、一番驚いてるのは多分カリフォルニアに住んでるメキシコ系の人たちが嬉しいと僕は思ってます。自分たちが始めたなんか複雑な多分生活様式の中で始めた文化がもう世界中に広がってるっていうことはすごいことだって思いますね。届けたいこの愛この恋。 I never thought in a million years that I would be here in Japan singing the music that my grandmother introduced me to. I'm a testament to say that no matter how big your dreams are, they can definitely be achieved. Eh, 僕の本名が、ジェローム・ホワイトなんですけども、芸名は、ジェロで、演歌歌手をしております。Enka is a form of Japanese music, so it's only sung in Japan. It is considered an older genre of music. I call it Japanese blues because all of the lyrics are very sad, melodramatic. They often talk about lost loves and heartbreak. It uses a lot of imagination. It really doesn't spell out the meaning of the song for you, so everyone who listens to the music can have their own interpretation. ありがとうございました。 I was born and raised in Pittsburgh, Pennsylvania. My grandmother, she was originally from Yokohama. I basically went to my grandmother's house just about every weekend. She listened to ENKA music all the time. I think it was a way for her to keep Japan in her heart, even while she was living in the US. I started singing around 5 years old. My grandmother would always say, "You sing so well." Just to see a smile on her face would just brighten my day because I loved her so much.
Because I had so much love for ENKA and wanted to know what the lyrics I was singing meant, I started studying Japanese in high school and throughout college. I was always interested in Japan and where my mom and my grandmother came from, so I moved to Japan to become an ENKA singer. The very first time I stood on the stage and sang for a crowd was actually on TV, kind of like American Idol. I was given so much praise and it made me feel really, really good. They were just so surprised, like, why would a 20-something American be listening to a genre like this? And it kind of worked in my favor. I started singing professionally in 2008. There's never been an American who's been on stage singing ENKA professionally here in Japan. I've had the opportunity to do different types of songs, children's songs, musicals, TV dramas. I think I've been really embraced wholeheartedly from the Japanese audience. Me singing ENKA really was a way for me to connect to Japan and connect with my grandmother. And to this day, the love I have for ENKA has not changed. Seaweed is a common ingredient in Japanese cuisine, but there's a unique type growing in the Pacific Ocean. ほぼ毎日食べます。沖縄でしか、まずは取れないという非常に貴重なものです。70 miles off the coast of mainland Japan is the small island of Okinawa, home to one of the most unusual farming methods in the world. このバキュームが今が一番いい方法なんだけど。Mr. Oshiro comes from a seafaring family, and today he is one of the farmers growing mozuku, a special seaweed only grown in these waters. もともとフィッシャーマン、今から50年前ぐらい、モズクの養殖技術ができて、モズクを親父は始めた。Each fall, a web of nets are laced with mozuku seedlings on land. Then, Mr. Oshiro and his son lay the nets in rows in the shallow water. This ingenious system allows the mozuku to grow sustainably by not creating additional waste. And when the time is right, it is harvested with 2 boats and their giant vacuum. $300 四方のエリアが私たちのそのモズクが生えている場所で、だいたい1トンから1トン2、300ぐらいを目標にしていつも取れます。The day's harvest is then taken to his factory, where it's cleaned, weighed, and processed. Then it's off to the markets to sell his underwater treasure. 3袋入ってます。Mozuku is in high demand. It's packed with nutrients, so many people eat it for a health boost. But that wasn't always the case. モズクは昔は食べる人そんな少なかった。約50年、60年ぐらい前から日本の文化が入ってきていっぱい。それでたくさん食べるようになったのは、まだこの最近のことだと思いますね。世界中にモズクを広げる可能性を沖縄は持ってます。In recent years, Mr. Oshiro has seen a change in the ocean, so the future of his mozuku is uncertain. これは生活排水、みんな海に流れていく。その光合成が十分にできないとモズク自体が弱くなる。つまり柔らかくなったり、そしてしっかり育たないので、技術的なもの、そしてもう一つは環境です。いくら技術があったとしても海の環境が汚れると作るのはより難しくなる。その環境に対する意識のレベルを高めることが多分海を守ること。だからまだ海からいっぱい恵み受けてるのに返してないと私は思います。Despite the challenges, Mr. Oshiro's dedication proves this work is more than just a day job. For him, it's about maintaining a family tradition
and passing on his father's respect for the sea. 私のお父さんからいろんな技術を学んで、そして考え方、カルチャー、そしてその生き方、いろんなことを私は学びました。それをまた自分の息子に、やっぱ伝えないといけない。彼は私のビジネスをね継いでくれると信じています。私だけで終わりたくない。次の世代にちゃんとつないでいかないといけない。